皆さんお元気ですか？カナダメイプルリッジのエミです。この前ね、ふっと思ったことがあったんです。ほら、この前伊勢神宮に行ったでしょ。すごい人が参拝していたのを思い出したんです。あのすごい人数の願い事をみんなしていたら、神さんすっごい忙しいやろうなと。で、何人ぐらい毎年参拝されるのかなと思って調べてみたんですね。そしたらだいたい700万から800万年間で参拝する人が訪れるそうです。すっごい数ですよね。でもしね、一人一人願い事を神さんにお願いしてたら、すっごい数を処理しやなあかんな、大変やろな、なんかアニメの世界のような思考に陥っていました。でそこで考えたのが、もし私が神さんやったらどっから願い事を叶えていくんやろうなと。皆さんはどう思いますか？あなたが神さんだったら、それだけの数の願い事をどこから処理していきますか？処理というより叶えていきますか？まず私が考えられるのは、毎日お参りしている人の願い事をリストに、願い事を叶えるリストにあげます。次は真面目なお願い事をリストに載せるかな。次は自分の利益ではなく人の幸せを祈っている人。あとはいつも人に手を貸している人。難しいですよね。一番願い事を叶えたくない人は、人の不幸せを願っていたり、ネガティブな願いをする人。いつも自分の得ばかりを考えて人を騙したり泣かしている人の願い事をもうボツにしますね。皆さんはどういうふうに処理をしていきますか？皆さん今までは一回はお願い事を神社仏閣にされたのではないでしょうかね。例えば合格祈願とか、就職活動がうまくいきますように、彼氏彼女ができますように、病気が治りますように、安産祈願、宝くじで一等が当たりますように、なんかいろんな願い事がありますよね。どうですか？みんな一回ぐらいは今言った願い事をしたことがあるんじゃないでしょうか。今日は私が考えているお願い事についてお話しさせていただきます。必ず自分がお願いしたことが叶えられたら、お礼のお参りをしてください。お礼参りと言いますよね。で、その願い事をした神社仏閣にお礼参りに行くのが、引っ越しした後だとか、体の具合とか、その状況によって難しい場合ありますよね。その時はね、心の中でね、手を合わせてね、ありがとうございましたっていうことを、お礼の念を送ってください。もうそれだけで十分です。あなたが神様で願いを叶えてあげて、その人からお礼を言われたらね、言わない人よりもその人の次の願いを聞いてみようと思いませんか？神様がいるかどうかは私には分かりませんが、なんとなくそういうものがあるんじゃないかということは、経験からそう思います。話は変わりますけれども、私がモットーとしていることは、私が人に助けてもらった時とか、ご馳走してもらった時とか、プレゼントをもらった時とか、必ず感謝の念を送ります。ありがとうございましたと。そして自分ができる時にその人たちに、お世話になった人たちにお返しするようにしてます。そのお返しの仕方について、私が最近失敗したな、でもその失敗から学んだなっていうことをお話しさせていただきます。
つい最近私が経験したことなんですけれども、去年日本に帰った時に50年以上会ってなかったいとこに会いたかったんですね。私の叔母とその子供たちは大阪に住んでいるんですけれども、その50年以上会っていないいとこというのは四日市に住んでいました。ずっと音信不通だったので、大阪のいとこを頼りにそのいとこに連絡を取ってもらったんですね。なぜかというと、父が亡くなった後に父の生い立ちをおばから聞いて、その話をもっと詳しく聞きたいと思って、でおばからそのいとこだったらもっと詳しく話が聞けるんじゃないかっていうことで、2、3年前からずっと会いたいと思ってたんですね。で四日市なんて私行ったことがなかったので、知り合いの方がたまたま四日市にいて、その住所とか四日市に立つ前の晩になんとかその会いたいいとこに連絡がついて、それで会うために力を借りた人にお世話になりました。大阪から四日市に着いた日とその次の日、そしてその次の日にも、四日市から名古屋空港に、向かってバンクーバーに帰る予定を立てました。で立てた時はそのいとこに会えるかどうかわからなかったんですけど、もう一か八か会えるようにと祈って、去年そういった手配で帰り、無事いとこに会うことができ、50年以上ぶりにいろいろな話を聞き、父のこと、あるいはその父の家族のこと、いろいろ聞くことができました。それで、そのお世話になった方に大変お世話になりましたと。で今度もしカナダに来ることがあったらご連絡くださいっていうことでお別れしたんですけれども、それがちょうど私が今年の日本に行く前に2月ぐらいだったかな、3月ぐらいだったかな、ちょっと覚えてないんですけれども、連絡があって、カナダに行きたいと思うんだけれどもお言葉に甘えてお世話になっていいかしらっていうことで連絡をいただいたんで、もちろんですっていうことでお返事させていただいたんですけれども、実際来られたのは10日間ぐらいで、ツアーではなくもうほんと個人で毎日10日間ですね。私は観光案内を、バンクーバーの観光案内をさせていただいて、ご飯の手配とか本当に大変でした。それで体がしんどかったのもあって、少し娘に愚痴ったのとスピリットたちに愚痴ったところですね、お叱りを受けまして、同じ言葉を娘とスピリットたちからいただきまして、私はその9日間もお世話になってないと、その旨を話したところ、期間は関係ないと、君は確かに去年、いとこに会うためにお世話になったんだから、それのお返しはしますということで返事をしたんだから、文句を言わずに最後までお世話しなさいっていうことをメッセージでいただき、娘からも大変だけどねお母さん、またね違う人からね助けてもらうこともあるから頑張って、私も一緒に観光案内できるときはするからって言ってくれました。ああなるほどなって、お世話になったのは1時間2時間とか1日2日とか関係ないんだなって、お世話になったという事実は時間を超えて存在するものだから、そして私が学んだのは、今回の件で学んだのは、はっきりとどういった旅程で来るのか、それと自分の案内できる
期間は5日間だけだと、はっきりとその方に申し上げなかったのが私の失敗でした。いいお勉強させていただきました。でも本当に世話になったのは時間数ではなく、お世話をしていただいた、ご迷惑をおかけした、お手数をかけたということなんだなと、エネルギー的に見て納得いたしました。でも本当に自分ができないことのお返しは自分の負担になるし、その方との関係性も壊れるから、しっかりと皆さんもできないものはできない、できる範囲でお返ししましょう。これが私が学んだ学びです。じゃあ今日はこの辺で。だね。バイバイ。